皆様本日はですね、めっちゃ簡単でめっちゃ美味しいバイバイのチーズフライ、とろける伸びるチーズフライをこちらの避けるチーズを使ってやりたいと思います。もうこれはね、みんなが想像今してるでしょう。その通りもうビヨーンって感じのやつを作っていきたいと思います。で今回なんだけど、包丁は必要なくて、用意してほしいのはバッター液。いつもねフライ作る時にやってる小麦粉と卵がもう混ざってるやつですねを用意してほしいのと、今回ねチーズをバッター液でくるむだけだとたまにねチーズ破裂して中身ビヨンって出ちゃうことがあるので、今回衣を二度漬けしようと思います。じゃあまずバッター液から作るね。卵2個、はい、バッター液用の卵2個に小麦粉を大さじ8杯、すり切り大さじ8杯にしておきますね。でここにお水、牛乳でもお水でもいいよ、お水にします。を大さじ 1.5 杯入れます。はい、そしたらこちらよく混ぜます。でダマがなくなるように混ぜて、はい、こんな感じ。ちょっといつもよりね少し濃度高めかな。ちょっときちんとね卵じゃないチーズをねコーティングしたいので、破裂防止のためにちょっといつもよりはしっかりとしてるね。でこれプラス二度漬けの時にチーズにバッター液パン粉でまたバッター液パン粉でもいいっちゃいいんだけど、2回ねバッター液つけたらちょっと重くなっちゃうので、小麦粉とかも入ってるんでね、二度漬けの時は卵にしようと思っております。なので卵3つ溶いといてください。はい、 OK。 そしたらバットにパン粉広げちゃいます。で細めのパン粉にしますね。とりあえず半量ぐらいは入れときます。今回はね避けるチーズ、こちらでねビヨンって伸びるのでこちらを使っていこうと思うんだけど、普通にねカマンベールとかでも美味しいよ。ちょっと伸びづらくはなると思うけど、この避けるチーズねほんと火通したらめっちゃ伸びるんで、ハットックとかにね入ってる感じの伸びを出したくて、だから避けるチーズにしてます。で一口サイズに切ってもいいし、今回僕はもう1本丸々揚げていこうと思ってます。で唐揚げの時とかと違ってこれは2度揚げはなくて大丈夫なんで、とりあえず全部チーズを出す作業です。はい、でチーズ全部出したらまずバッター液にチーズ入れて、でパン粉をつけたら卵にくぐらせて、で再度パン粉でしっかりめにギュッとつけてあげてください。でパン粉がしっかりついたらこちら置いといて、じゃあ残りも全部やっていきます。まずはチーズ全部バッター液にぶっ込んで、はい、チーズにパン粉、はい、パン粉がついたら卵の中に入れて、でまたパン粉と二度漬けですね、衣。はい、こんな感じのどんどん作っていきます。これでもね割れる時は割れるとは思うんですけども、1回漬けよりはマシです。大丈夫。チーズ全部衣につけ終わったので、こちらを180度の油で揚げていきます。衣が剥がれないようにね優しくね。はい、で最初沈んだとしても上がってくるんで、とりあえず様子見がてらなんで5本ずつでいきますね。でしっかりとね固まるまではあんまりちょくちょく触っちゃうとね衣が剥がれちゃう心配があるので、最初はしばらく放置。180から70、170から180の間でしっかりと揚げてチーズ溶かします。高温すぎちゃうとね衣だけ一気に火が入って抹茶色になっちゃうので注意してね。中のチーズが溶けずに表面だけ火が入るってことを防ぐために170度ぐらいでしっかりと揚げてください。で唐揚げとかと違って二度揚げは必要ないんで、いいね、衣がしっかりついて、でもちょっとだけチーズが漏れそうだから先っぽの方が
でいい揚げ色になれば基本的には揚げて大丈夫なんだけど、チーズの溶け具合も見つつだね。じゃあとりあえず取り出します。あ、ちょっとだけこぼれてるな。でね、箸とかだとね、中のチーズが結局柔らかいので崩しやすいから、こういう油切るやつとか穴開きのお玉で取ってあげてください。はい、ではこんな感じで揚げ終わったので実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。じゃあとりあえず乾杯だけね。乾杯。あー、うまっ。いいっすか。どうぞ。サクサクだね。うまっ。いいね伸びるね。マジでうまい。俺もいっちゃっていい？いただきます。それそれ。うまっ。めっちゃうまい。サックサクの伸び、これやばいね。ちょっとやっていい？俺もやりたかったんだよね。蜂蜜。ケチャップもかけた方がいいのかな。とりあえず蜂蜜だけでいってみよう。いただきます。うまい。うまっ。どうしたの？うまい。だって材料って言ったらさ、パンとチーズだもん。蜂蜜が合うに決まってんじゃん。確かに。ピザでもあるもん、この組み合わせ。いただきます。マジでうまいぞこれ。めっちゃうまい。じゃあ続き、ケチャップかけてからの、いい？もうあ、いいよ。全部かけちゃっていい？かけていい？あ、もうそれぐらいでいいよ。俺もかけて。に蜂蜜。もう絶対うまいもん。いただきます。どう？抜群。抜群。ちょっとじゃあいただきます。うまっ。ちょっとかけすぎぐらいの蜂蜜がいい。うまっ。マジでめっちゃうまい。そして俺これちょっと辛みを足してみて。甘辛で。でもマジケチャップと蜂蜜は最強今。ちょっとチリソースいただきます。あ、これもあり。俺もうね、蜂蜜だけが最強だった。だけでよかった。もうめっちゃうまい、本当に。もうこれぐらいかけたい。やべえな。でも絶対うまい、それ。いただきます。垂れてるんだけどもね、この感じの蜂蜜を。マジでうまい。ということで本日はとっても簡単にできる、チーズスティックフライをこうちゃんに作っていただいたんですけども、やっぱ皆さん食べたことあるなんだっけ、避けるチーズ、あれ自体がそもそもプレーンなんだけど味があるんですよね。それのおかげで何もつけなくてもこの味が仕上がってるっていうのが個人的にすごいなと思ったのと、多分普段に普通に売ってるモッツァレラとかだとマジで味がないんで、そういう時は味ちゃんとつけた方がいいと思います。で、僕が一番おすすめはマジで蜂蜜。
今まで食べたその揚げ物系のスイーツで一番好き。本当に美味しかめった。っちゃうまかった。もちろんもうケチャップは当たり前のように美味しいんだけど、個人的には蜂蜜がお気に入りでした。こうちゃんは？いや、蜂蜜。蜂蜜圧倒的蜂蜜。めっちゃうまいね。今回ほんと塩とかは何も振ってないのにあれ十分美味しかったから、もうほんとこのまんまに蜂蜜だけで絶対美味しいんだけど、もちろん、お好みでね、ガーリックペッパーかな、ガーリックパウダー。ガーリックパウダーとか胡椒、塩コショウ、であとフライにね粉チーズもともと混ぜて、もうちょっと香ばしいチーズとかを入れてもいいし、そこら辺はアレンジ自由なんですけどね、はいとりあえずまずこのスタンダードなやつに蜂蜜をかけてぜひ食べてみてください。そう、全部後からかけてね、できるものなんで、ぜひ皆さん試してみてください。いや、これマジでおすすめなんで作ってみてください。じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。